ショットガンでですね、ショットガンって威嚇射撃をされまして、はい、ボーイズ&ウィルズ TV 始まりました。今日はですね、潮香るそんな場所に来ております。おっと来たよ。すごっ、見て、すごないですかこれ。おはようございます。今日はこちらの車とオーナーさんをインタビューしていきたいと思います。お楽しみにします。はい、ボーイズ&ウィルズ TV、今日はですね、見てください、このロケーション。もうぴったりの車が来ておりますけども、お名前は？はい、シュウと申します。シュウさんです。この車はボルクスワーゲンの、タイプ3という車ですね。でタイプ3で、ノッチバックというタイプになります。ノッチバックというのはどういう？はい、3タイプありまして、タイプ3が3タイプある。そうですね、はい、3タイプある。ノッチバックというのはこれセダンタイプのもので、はい、ファーストバック、あとスクエアバックと、はい、ワゴンタイプのものもあるんですけど、それの中のセダンタイプのものですね。なるほど。何年式ですか？これは1964年になります。だから今年で実はもう還暦なんですよね。やば、すごいです。還暦の車。どれぐらいですか乗られて車？所有して5年ですね。5年、はい、5年ぐらい。はい。シュウさん、この車、5年前に買われたということなんですけど、最初に買われた車っていうか、愛車遍歴ちょっと教えていただいていいですか？はい。一番最初に買った車がですね、はい、当時もうアメリカに住んでまして、あ、そうなんですか。はいはい、すぐに免許取って、はい、学校を通うのがもうアリゾナ州っていうところに住んでたんで、すごい暑いんで車買おうということで、はい、中古の日産のサニーを。日産サニー、はい、アメリカ名はセントラですね。セントラ、それで通学していて仲良くなった友達のお父さんが、S30 の Z が納屋に眠ってるから買わないっていう話になって、はい、じゃあセントラ売ってそれを買おうと。ほう。当時の金額で$500。S30 が5万円で買えるっていうんでS30 が盗難に遭いまして、出た。その後に 240SXでちょっと車高下げたりとか、そこから大学いろいろ忙しくてほとんど車いじれなくて、はい、就職してからは D21 ですね。当時モトクロスのモトクロスちょっと趣味でやってたんで、バイク乗った後にフロンティアってどんなんだっけ？サニーみたいなやつ？いや、日産のトラックなんですけど、一周のようにモトクロス行って、はい、いいですね。怪我して、はい、日本に帰ってくることになるんです。引き継いだ車なんですけど、はい、ルノーのメガーネ、はいはいはい、でその後にスバルの R1、はい、でその後はベンツの B クラス、はい、B クラスもダメになったので、今現行で乗ってるアウディの Q2 と、はい、その Q2 買う前にこれ買ってるって感じですね。10代目ドカンときましたね。そうですね。15歳で渡米。そうですね。16の誕生日を迎える手前、はい、本当に中学卒業して卒業式して。それはあれですか、転勤とかですか、ご家族？いや、僕一人での、いわゆる留学っていう形で、僕はもうアメリカにすごい憧れがあったんで、はい、BMX って自転車をやってて、はいはい、でそういうカルチャー、アメリカのカルチャー、ビデオとか見たり雑誌見たりして、ストリートキッズカルチャー、そういうね、はいはいはい、かっこよかったですよね。で実際アリゾナ・フェニックスの近くのその街のストリートカルチャーはどうだったんですか？もう暑すぎてストリートどころじゃないんですよね。それストリート間違ってません？ストリートちょっと違う、もっと涼しいストリートに行ける。でもね、高校に入って、はい、ちょっと田舎の高校だったんですけど、はい、アリゾナ州ってメキシコの国境にあるんですね。国境のそっちの方も結構多いそうですよね。僕のイメージだとなんか、メキシコ人が多いし、いろんなグループがいて、そうなんですか。面白いですね。その中でも僕アジア人、日本人って言うともう1人か2人ぐらいしかいなくて、はいはい、運よく僕はもうストリートのそういうグループにスッと入れて、つるんでたっていう。なるほど。このタイプ3、5年前にご購入ということでしたけど、いきさつを簡単に教えていただいていいですか？実家四国徳島にあるんですけど、そうですね、はい、帰省している時に、友達がその頃タイプ2
タイプ2のパネル版、あれをレストアしてるから、はい、ショップにちょっと見に行こうよっていうふうに声かけられて、そしたら、この車が埃かぶって、倉庫の奥の方に置いてあったんです、ありがちでもうその時点でもう一目惚れで、サビやれ感とかも、もう全てがパーフェクトだったんですね。でまあ不動車だったので、僕も子供がちっちゃかったんで、一旦は、まあ、泣く泣くで、よくよく話聞いたらそのショップのオーナーが、実はうちの奥さんも同郷なんですけど、あ、そうなんですか、の幼なじみだったんですよ。でこれは何かのご縁があるということで、3年後、そのパネル版の共通の友達からまた連絡があって、塗られて売りに出されるらしいよって、そう考えてるらしいよって聞いたんで、もうすぐにショップに連絡して、ちょっと待ってよと、まあ家族内プレゼンが始まるわけです。そっから始まるわけですね。でやっと OK が出たので GO ですということで、じゃあ分かりました、僕頑張りますっていうことを、目立ちますよね、走ってて。そうですね、さっきからもいろんな人が見てね、お子さんたちはもう喜んで指さして「ボロい」って言われるなるほどね、ボロいんじゃないんだよっていうね、こういうふうに乗ってんだよと。そうでもその中にもやっぱり興味持ってね、ボロじゃなくてかっけーと思うお子さんがいたら、そっちの世界に来るかもしれないですね。まあ最低でもうちの息子はそうじゃないっていう。あ、違う、あら違ったんですか。全然違いますね。あらら、ポルシェがいいっていいじゃないですか。近しいもあるじゃないですか。まあ系統的には全くもって、まあそれ新しいポルシェがいいと。じゃあパパ頑張って買っていただきましょう。ポルシェ。はい。乗り出してまず驚いたのはシートベルトがありません。はい、シートベルトはございません。シートベルトございません。これ車検的にも大丈夫なんですか。はい、大丈夫です。いいですよね。なんか初めてかもしれないです。普段どういう風に車乗られてるんですか。そうですね、週末ちょっとお出かけ妻とドライブしながら、コーヒーショップ行ったりとか、あとまあサーフィン行く時はほぼこの車で行ってますね。Q2 あるのにサーフィンこっちで。そうですね、汚れるとね、いろいろややこしい話になりますんで。Q2 が汚れるとややこしいからこっちを。そうですね。これサーフボードじゃ上に積んで。そうですね、上に乗っけて走ってます。乗り込んで驚いたのが、いろんなものがなんかこの多分オリジナルのままここ残ってると思うんですけど、これラジオ一応ね、ラジオ壊れてたんで、中ごっそり Bluetooth アンプを入れて、携帯の音楽を聴けるようにしております。おー、なるほど。この見た目だけどちゃんと音は鳴るように。アメリカ結局15年ぐらいいらっしゃった。そうですね。ずっとアリゾナ州。ずっとアリゾナ州でした。なんか面白いエピソードとかありました。まあ当時キャンプに行こうっていうことで、みんな、車 2,3 台で、その中にジープもいて、で、アウトドア仕様になってるんで、もうサーチライトとかバリバリだったんですよね。それでキャンプ場に着いたのが夜だったんですけど、サイトを探してたんですね。高校と、バッチバチにで、しかもギャーギャー言いながらそしたらまあ先に入ってたちょっと離れたところに、トレーラーをでキャンプしてた人がもう酔っ払ってるわけですよ。なるほどなるほど。ここのエリアは俺らのエリアやからお前ら出ていけと、うるさいぞと。カッチャドーンっていう音が聞こえて、まあ銃ですか。ショットガン。ショットガンって威嚇射撃をされまして、僕らもすぐ車に飛び込んではい、乗り出しました。クラッチの動作にちょっと戸惑いましたが、いやおもろい。多分慣れればね、もう普通に運転できると思いますよ。そうなんですよ。難しいわけがない理由は多分大衆車乗用車であるってことは絶対でかいですよね。だってこれ難しかったら普通の人運転できなかったらね、意味ないですもんね。そうですね。青になっちゃった。いける。お、坂道発進成功。
習を成功しただけでこんなに嬉しかったことは久しぶりですねそうですよね。はい、もうね運転までさせていただいちゃってありがとうございました。いえ、ありがとうございます。素晴らしい車でした。もう堪能させていただきました。今日はしゅうさんでした。ありがとうございまありがとうございます。じゃした。お気をつけて。あ、はい、ありがとうございます。いいな、また欲しくなるよこれ。ぜひ。ね。しゅうさんのタイプ3でした。さよなら。かわいい。